チャンネル初の海外企画でございます。ちょっと美しくてどうしていいかわかんないんですけど、すごいギミックじゃないですか。撮影している現場そのものになります。一番好きなキャラクターの勝負感の本当です。ディレクターの皆さんごきげんよう、シュネです。本日はですね、こちら、どこかわかりますでしょうか。こちらですね、台湾の雲林というところに来ております。そう、本日大塚チャンネル初の海外企画でございます。それにしてもですね、なぜあまり知名度高くないんじゃないでしょうかね。雲林という場所に来ているかと言いますとですね、実は今から2、3年ほど前にですね、私このような動画を作りまして、こちらがですね、サンダーボルトファンタジー通り剣遊記という2016年から断続的に、テレビ放映しております人形劇なんですけども、なんと日本と台湾の合同制作なんですね。台湾にはですね、布袋劇といってですね、ものすごく古くからある人形劇がありまして、その伝統人形劇を現代ライズした番組なんですね。そして今なおですね、そのようなゲームやアニメといった現代チックな感性と布袋劇という伝統的な人形劇、これを合体させた人形劇をですね作り続けている P 社のスタジオがですね、この雲林にあるんですね。そう、本日はですね、特別な許可を頂戴いたしまして、この P 社を見学しに行きたいと思います。今からね、もうドキドキワクワクなんですけれども、実際にね、お人形も拝見できるということで、早速行ってみたいと思います。それではレッツゴー。着きました。こちらが日々人形劇の撮影を行っているスタジオ、その場所になります。見てください、こちら。PD の人形劇のキャラクターたちなんですけども、いよいよね、今中に入っていきたいと思います。楽しみ。行ってきます。すごい。見てください、ここもずらーっと PD 人形劇のキャラクターが並んでいます。すごいですね。30年近くね、やってる人形劇なので、もうキャラクターも数えきれないほどいるみたいですね。何言ってんのかわけわかめな方に、ここで簡単にご説明しておきますね。冒頭でお話しした通り、台湾には古くから布袋劇という伝統的な人形劇があったわけなんですが、時代の変化に伴って1970年よりテレビ版の布袋劇というものが登場し、台湾中の人気を博すようになっていたんですね。こうした流れを受けて、この PD 社は1985年より PD の名称がついたテレビおよびビデオシリーズを発表し始めます。このビデオシリーズ第6部に登場したのが、そう、あの冒頭の垂れ幕の中央に映っていた蘇関心です。ここから人気が大爆発してですね、テレビ版布袋劇といえば PD という時代が到来します。この蘇関心が登場した第6部以降の作品群を現在では一般的に PD シリーズと称しています。なんとこのシリーズ現在まで続いててですね、2018年には世界一長く続いた人形劇としてギネス記録に認定までされているなど、台湾では知らない人はいないってぐらい有名で、ご覧の通りね、凄まじい数のグッズが現在進行形で展開されていることからも、その人気の根強さっていうのが伺えるんですが、これに衝撃を受けたあのうろぶち源氏が PD 社とタッグを組んで2016年から日本人に向けて制作しているのがサンダーボルトファンタジー通り剣遊記というわけなんですね。ちなみになんでサンダーボルトファンタジーっていう冠がついてるかっていうと、この PD 社の PD、つまり霹靂とは雷鳴稲妻という意味なので、その PD 社が送るファンタジーっていうことなんじゃないかなと思います。ではですね、まず、こちらのですね、会場スクリーンがある映画館のようになっているんですけども、ここでこの PD 社のですね、いろいろ映像を見せていただけるということで、ちょっといろいろね、見ていきたいと思うんですけども、これ両端に見えますかね、すでにお人形が、デクがいるんですね。こちら、PD 人形劇の主人公である蘇関心
なんですけども、この PD 人形劇ですね、なかなかちょっと日本語訳をされてなくて、なんかネットフリックスでですね、オーブドラゴンズっていうシリーズだけ翻訳されて放映されてたんですね。私それをちょっと見たんですけども、ちょうどまさにそのシリーズの中の入れたちというか、お顔立ちというか、衣装の素話がここにいるという方ですね。ちょっともう一目見て鳥肌が立っちゃったんですけど、こちらも見てみましょう。こちらはですね、ちょっと私はまだ見てないシリーズの人形になるんですけども、こちらも先ほど言った PD 人形劇の、ね、登場人物の一人だそうで、めちゃくちゃお顔が凛々しいですね。それではですね、どのようなこの人形劇なのかというような PR 映像というかをですね、ちょっと拝見していきたいと思います。もう一つものすごく私気になって今お伺いしたんですけど、これ見てください。ソクラシがプリントされたいわゆるガラケーですね。実際にですね、2006年に発売されてた OK ワップっていう台湾の企業の携帯だそうで、こんな風に商品になっちゃうぐらいですね、そのポピュラーで人気なキャラクターだったっていうことなんですね。特にこのソクラシの顔とかがですね、もう今から20年近く前のお顔なので、先ほどのお人形と比べるとまだまだ垢抜けない感じがちょっとするというか、時代を感じる広告ですね。ではいよいよですね、たくさんのお人形が飾られているという展示室にお邪魔してみたいと思います。すごい、ちょっと脈拍がおかしいことになってるんですが、見てください、これたくさんのお人形とポスターが並んでます。すごいぞこれ。どこから見ていいか迷うんですけど、全部に見ていこうかな。こことかはポスターですね。先ほどちょっとお伺いしたんですけど、これが一番初めのポスターで、なんかすごい時代を感じるんですけども、こういうようなテレビ人形劇からこうどんどん時代が下っていってですね、ちょっとずつこう昭和のアニメチックなデザインになっていきますよね。これがもともとの固定劇ですねのお人形たちですね。こうやって並んでみると分かる通り、本当にもう片手に入るくらいの、さっきの無関心のお人形と全然サイズが違いますよね。顔にギミックもなくって本当にシンプルな手に入れてこうパペットのようにこう動かすようなお人形なんですけど、ここからね大きく進化を遂げていくということらしいんですね。そして、進化を遂げた先にあるのがこうしたお人形たちなんですね。もうちょっと美しくてどうしていいかわかんないんですけど、見てください、このサイズ感。さっきのお人形と全然違いますよね。なぜこうしてお人形が大きくなっていったのか、それはズバリテレビに適応する必要があったからです。もともとは舞台で演じられていた人形劇ですから、お客さんがねこう至近距離でまじまじと見ることっていうのもなかったんですけども、これがテレビ番組となるとカメラでめちゃくちゃドアップを撮られるってことが起こるわけですね。当然お顔も衣装も細部まで作る必要が出てきますし、なんなら瞬きしたり口を動かしたり頭部のギミックも必要になってくる。そのためにはやっぱり多少大きくないとですね、そこまで作り込めないんですね。さらには元々のこうパペットのようなね人形だと片手を突っ込んでるだけなので細かい動きっていうのができないと。しかしテレビでは繊細な仕草だとか派手なアクションっていうのが求められるわけですね。そのために人形の中にこう複雑な仕組みを搭載しようとサイズが大きくなっていったということもあるそうですね。ちなみに現在どのような仕組みでデックが動かされているのかということについては後ほどお披露目いたしますね。私はねこの人は知っています。カ・シンフですね。モーブドラゴンズにも出てた剣のお師匠さんなんですけど、すごい古いキャラクターらしいですけど、ビジュアル系のバンドマンみたいなかっこいい感じにリメイクされてますね。基本的にこうしたお人形のお顔って木で作られていて、オリジナルのお人形のことを本尊と呼びます。しかし血のりとか粉塵とかでですね、すごく汚れちゃうキャラっていうのもいるので、汚しても大丈夫な複製人形っていうのを何体も作ることがあるそうなんですね。でたくさん作るときは 3D プリンターで作る場合もあるそうなんですが、プロデューサーの方曰くですね、やっぱり木製と 3D プリンターの樹脂ではちょっとニュアンスが違うらしいんですね。こっちが 3D プリンターで出力した樹脂製、こちらが木製のお顔だそうなんですが、違い分かりますかね？ちょっと私の素人目ではですね、まだ見分けがつきませんでしたね。そしてこちらがですね、武器ですね。3D 人形劇の特徴といえば、こういうめちゃくちゃかっこいい、もうゲームに出てくるようなですね、綺麗な武器がたくさん登場するんですけども、これも一個一個ですね、このスタジオのスタッフの方が手作りされてるそうなんですね。
これちょっと笑っちゃったんですけど、スカシー様がバターになってなんかのこのコラボなんですかね。めちゃめちゃ可愛いんですけどではいよいよ撮影スタジオの方へ行きたいと思います。すごい、ここが実際にお人形を使って撮影している現場そのものになります。今目の前に土の舞台が見えると思うんですけど、この奥にですね、人形を持った人が、入ってですね、こう人形が土の上を走っているように練習するということらしいですね。こちらにカメラがあります。そしてですね、横には映像がすぐに見えるような映像がありますね。今撮ってた映像っていうのはですね、まだ公演が先な撮影 NG なんですけども、先ほどですねちょっとちらっと見せていただいたところによると、朝のうちに撮影をしてその場ですぐ編集をして、今ねお昼の1時頃なんですけども、もう1時頃にはあらかた上がっていると、編集済みデータがというね、めちゃくちゃスピーディーに編集まで進めているみたいですね。ものすごい分業体制だと思います。スタジオがもう一つありまして、それがこちらですね。今ちょっとね映せないんですけど、映像チェック中みたいです。2つの撮影を、両方稼働させながら固定芸とか芸能の神様の人生を上げている神様らしいです。フィリー社の皆様出社した時に、この神様のお祈りして、また退社の時にもお祈りされるということですね。私もちょっとお祈りしておきたいと思います。ただいま小道具室に来ているんですが、サンダーバルドファンタジーとですね、武器をいくつか実物を見せていただけるということで、今いろいろちょっとご用意いただいちゃってます。映像で見た細かい造形の数々が今目の前に。見てください、これ全然人間が持っても耐えうる迫力ですよね。しっかり細かいところまで作ってあるんですよね。モコさんもね、リンゴ一つ分ぐらいかな、そこそこあって、これを人形に持たせるのって結構大変じゃないかなって思っちゃうんですけど、こちらはあれですね、老不要が持っていたビワですね。結構でかいですよね。弦もしっかり張られてて、本当になんとなく弾くと音がする。ちょっと待って、そういうこと？人形劇の中でもここがねパカパカ動いて喋ってたと思うんですけど、後ろにこの紐あるじゃないですか。これを引っ張ると、動く！すごいギミックじゃないですか。どないして作るの？これコスプレイヤーさんだったらギリわかるんじゃないですかね。ちょっとうちの壁に飾りたいな。こちらはですね、小胸筋の抜けるとのことでちょっと抜いちゃいたいと思います。抜けたー！びっくりしちゃった。これ腰に下げてたら本当に銃刀法違反で警察に職務質問を受けそうな。見てください、これね、しまう時にね、この剣の鞘の部分にこの宝石の部分がカチリと合う。これをちょっとこう90度回転させたらはまらないんですよ。こうすごいですよ、この造形は。さらにはこういうちょっと小道具も。こんな感じで着物ですね。見てください、このエビの造形。本当にエビですね。これは作り物みたいですけど、本当の飲食物を使っての撮影もあるみたいですね。これは娼婦感が思ってた肉まんかな。もちもち白菜でしょ。でかいですよね。本当に私が食べれるくらいのサイズですよね。それではここからこのピリホテ劇を支えるスタッフの皆様に直接ご教授を賜っていきたいと思います。まずは衣装スタッフリーダーファンシーチンチーフにお話を伺いに来ました。今衣装の制作中、まさに、ちょうど衣装の制作をされてたとこだったんですけど、ビーズを一つ一つ手作業で縫い付けていくという気の遠くなりそうな作業をされておりました。しかし先日の通りですよ、キャラクターによってはたくさん汚れたり服が破けちゃったりするので、この同じ衣装を8、9着もですね作らないといけないってことザラだそうなんですね。それにしてもこういうデザインって一体誰が考えていらっしゃるんでしょう？像公里的话，就是同一个角色几乎都是有画设计，那我们就是依照设计图形上面的东西再去挑选。
布料，做好之后再给日方做审核，这样看需要哪里的修。然后霹雳的话就是一样，是大部分都是我们自由发挥比较多，然后也是做好之后再给编剧审核啊，他们觉得可以就过关上市。今何年くらいされてる？ 25年。退休了，退休年，もうすぐ退休的退職できますね。25年で退職できます。その25年間の長いキャリアの間でもうこれは二度とやりたくないみたいなめっちゃ大変だった仕事とかも没有，会就是但是还是会有发起。那比如说有时候休息一段长时间，再回来工作就会有比较有热情。觉得我觉得任何工作都一样，做到一段时间就会想休个长假，休个长假回来之后充电好之后又会有一些新的想法跟动力。那因为小时候就喜欢看布袋戏，兴趣就已经是兴趣了，所以说喜欢布袋戏跟就是说兴趣跟工作结合，那时候其实是蛮开心的事情。めちゃくちゃピーリーホテル劇への愛を感じましたね。パンさんありがとうございました。お次は同じく一生スタッフのチャンチャン夫婦副チーフに突撃してみます。こちらもこのお仕事始めて十数年のベテランだそうで、今ちょうど人形の頭にね紙を貼り付けていらっしゃったところなんですけども、紙のセットって温度とかってされてるんですか？更早期的话是强力胶化，あるんだ。はい。今はセメダリ透明胶不会有颜色。胚葉っていうか、その頭皮から生えてる部分ってどうやってるんですかね？全部貼り付けてるんですか？早期的话，我们的额头会有一个额头这边会有一个钩，但是现在的话，我们都用推的，推出发剂，对，一个钮，然后推出发剂。今の状態から完成までってどれぐらいするんですか？如果你没有考虑到一些设计的问题的话，其实项目copy 副尊的话，大概是1个礼拜。对，然后如果是全新创作的话，可能要考虑到衣服跟设计的问题，所以超。12週間で仕上げられるんですね。对啊，你有进度压力。本当は急がないもう常にともう必死にやってます。次から次からどういう時にうわ難しいなとか感じる時があります？那个通常就是他们人设重复太多次，就是同样类型的角色太多，比如说刀客啊、剑客啊，同样人设重复啊，所以比较困难。まさかの攻めないという超身近な道具で美しいヘアスタイルが作られてたということが分かりました。いやなんでも創意工夫ですね。チャンスありがとうございました。お次は音響スタッフのライワン・チュンさんにお伺いしていきます。ここはどういう部屋なんでしょうか？基本上是录音室跟混音的地，音乐有音乐老师，然后音效有音效的人员在制作，然后我这边是最后的后面，基本上是这样。可是就有一些，因为我们角色有一些会加一些效果什么的，然后这边都是这边完成。ミキシングの作業の様子も見せていただきました。こういう感じでたくさん挿入されている効果音を聞きやすいように調整していらっしゃるのがライさんのお仕事だそうです。お仕事の中で一番大変なこととか一番やりがいがあることとかあればお伺いしたい。地方就是要对，因为我们音乐用很多嘛，所以你要对那个每个角色或每个那个场景要下什么音乐，那个情绪要符合画面。最後に昔使われていた録音スタジオにもお邪魔させていただきました。ここで人形の声が吹き込まれていたんですね。古典劇は本来紅白師といういわゆる弁士のような人がですね、一人で全ての声を当てるものなんですが、ピーリー古典劇も昔はそうだったみたいですね。ライさんありがとうございました。不甘心でここで映画版の素監視が登場です。持ち方を教えていただけるってことだったんですけど、まさかの素監視が出てくるとは思わずわたわたしております。関心が出てきちゃいました。今から持ち方を教わりに行ってきます。ということでここからはいよいよこの道40年プロの人形師であるウーチーフーさんに直々にテクの持ち方をレクチャーしていただきます。やり方としてはまず右手を下から入れて人形の頭部と右手を支えたら、袖の中に隠されている棒で人形の左手を操作します。最後に頭部からつながっている紐を棒を持った左手に同時に持って羽ばたきの操作をするそうですね。人形の長い裾と袖でこんな感じで棒が隠されてて、実はこの中華風の衣装というのは世界観の表現のみならず、こ
の仕組みの実現のためでもあったんですね。指を立てて、はい。あ、重い。お指を紐みたいなものにかけると、ありました。ありました？はい。それでこう下がっていっちゃう。あ、そうですね。それで動かせる。で、これを持って紐と手を叩く動き。薬指と小指だけで動かしてるので、右の手を動かすのがすごい難しくって、で首がこれ今人差し指だけで動かしてるんですけど、もう指がつれそう。ちょっと息が上がってきました。結構この目をつぶる紐硬いです。すでにこれだけの動きしただけで汗だく。よいしょよいしょよいしょ。つりそうです。上腕二頭筋が痛いよなと。40年のプロが持つとこんなに生き生きと動きです。指先っていうのは動かすときは専用の手に付け替えるってことですか？そう、関節が動く特別な手がありますので、こう曲げて。すごいグッズサイン。ちなみに今このお仕事40年っておっしゃってましたけど、ようやく自在に動かせたって自分の実感を持てるようになったのってどれぐらいされてから？一般都是3年半开始学徒，才可以拿那一些比较百姓的那些药材。因为现在头都变大了，以前比较小，要学路，现在大了，现在1比1嘛，对就手了9罗升嘛，是。就是公分比较困难一点。所以说，一般的话可以拿到6、7年，才可以拿那个。那你这个有分生产经验。我说的是一个动角色，不是要分的那要照顾时间。千年珍毛帳とは古典劇に登場する役柄の大きな分類のことです。ウーさんがその演じ分けを見せてくださいました。まずはシェンです。これは若いヒーロー的な男性の役です。冷静沈着でちょっと気取ったようなクールな感じもしますね。次にダンです。ヒロイン的な若い女性の役です。さっきより動きが軽く優雅な感じがしますね。こちらはチン。これは武将だったり悪役だったり強烈な性格を持った男性の役です。ものすごく激しくて勇ましい感じがしますね。これはもう年長者や老人の役です。おじいちゃんだ。最後に超お笑いを担当する同系役ですね。動きがコミカルでいかにもお調子者感っていうのが出てますよね。ぴょこぴょこしてる。同じ人形でも演じ分けで全然顔が変わってやっぱ命を吹き込むお仕事ってこういうことなんですね。やっぱりプロでもずっと持ってる時でいた。近就会，因为这个偶有分重量，但是我是浑身比较轻，那补身那种けどやっぱり盔甲啊，还有拿武器，然后3公斤多。いや初めてのテクノ操作体験、想像以上に奥が深かったです。ウーさんありがとうございました。さあお次はですね、先ほどは、PD の本社スタジオにお邪魔してたんですけども、こちらはですね土子スタジオだそうで、先ほどの PD 本社がですねテレビ番組向けの撮影をされているのに対して、こちらの土子スタジオはですね映画だとかハイクオリティなfilmsで撮られているということなんですね。あとですね、こちらはサンダーボルトファンタジーを撮影したスタジオそのものでもあるらしいんですね。ということでお次はこちらの方にですね見学に行ってみたいと思います。サンダーボルトファンタジーのパネルがあります。超感動、撮影楽、もう私のトップ2ぐらい好きなキャラクターなんですけど、記念撮影しちゃったよですね。今気になってちょっとお伺いしたんですけど、こちらになんか知らないこのシリーズがあるなと思って聞いたところですね、こちらは台湾と中国の合作シリーズらしいですね。すごい広いです。
まだ未公開の作品の撮影中だったのでちょっと全体像をお見せできないんですけども、本社スタジオより 1.5 倍ぐらい広かったです。こちらは大道具のエリアになります。岩だとかなんでしょうかね、もう家具っていうのかな、歴代の大道具がモリモリです。この数だけ、この大きさだけこう歴史というかを感じますね。いよいよ最後、この土子スタジオにやってきた一番の目的をついに果たす時がやってきました。この後ろ姿はついにサンダーボルトファンタジーが私一番好きなキャラクターです。勝負感の本物です。本当です。ものすごく照れくさいです。好きだからこそ右手にしています。なんですけども、相変わらずものすごく操るのが難しいです。目つぶりました。あんなにかっこいいキャラクターだったのに、私が持つと情けない勝負家になるんでしょうか。ついに憧れの勝負家しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上 P リー社の本社スタジオの土子スタジオの見学でございました。いやもうめっちゃくちゃ楽しかった。やっぱね、生で見る人って違いますね。すごく派手なアクションとか華麗な CG とか、もちろんアニメとかでも見れるんですけども、何がやっぱ人形劇って違うかなって思った時に、そこに本当にあるっていう存在感、アウラと言い換えてもいいと思いますけども、やっぱねそれだと思うんですよね。さらに言えばですね、人形ってやっぱり表情に乏しいんですね。だからこそ見るもののですね、感情とか思いとかがものすごく投影できるんですよね。人形劇の良さってそういうところにあると思いますし、ただずっと伝統劇をやっているだけでは生き残れない、やっぱり今の感性の人々に伝わらないという中で、様々な工夫が凝らされて、いろいろ自由な変化を変身を遂げて、今このような PD 人形劇やサンダーボルトファンタジーという形に至っている、その柔軟性や革新性みたいなのをですね、改めてものすごく感じましたね。PD 人形劇ももうちょっと翻訳が増えてくれたら嬉しいなと個人的には思ったり思わなかったり、本当に貴重な経験をさせていただきました。いやもう超楽しかったです。ありがとうございました。ということで、以上、台湾ウリショウから小塚ジュネでございました。台湾のですね、他のいろんなこんなとこ巡ったよ、あんなことやったよという Vlog がですね、サウンチャンネルの方にアップしておりますので、そちらもぜひ合わせてご覧いただけたら嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。